ちょっと肌復活してきた気がします。紫外線からの皆さんこんにちは、みくです。肌の調子がめちゃくちゃ悪い時の回復方法やっていきたいと思います。私最近ちょっとうっかり日焼けをしてしまって、結構肌はもう絶望的な状態で、年齢も47歳ということがあって、このまま下り坂を下ってってもうバックアップしないんじゃないかっていう、どうしようみたいな、そういう邪念に取りつかれるんだけども、なんとかね肌は回復してきた気がします。はい、ということで今日はスキンケアを含むホームケアと、あとその中側、食によってどう助けられたのかっていうところ、そういうところもちょっとお話ししていきたいなと思っています。まずスキンケアの方から。今回の肌のダメージによって私が一番困ったのが、乾燥からくる肌のしぼみ、たるみによる毛穴の開き、そしてシミ、そばかすを含む乾パンが戻ってきてしまったこと、あと乾燥、乾燥言った？はい、ということで早速朝のスキンケアの方から見てみたいと思うんですけれども、朝はとにかく保湿とビタミン C っていうことにフォーカスしていました。ビタミン C には UVB による細胞破壊の抑制とお肌の老化の抑制っていう感じで、その紫外線によるダメージから肌を守ってくれる効果があります。なので私は朝はとにかくビタミン C を使うということを気をつけてやっています。洗顔後私はこちらのブースターを使っていました。本当に使ってよかったです。まず成分を見てみると、ガラクトミセスやセラミドなんかが配合されてるんですよね。他にもすごくいい成分が入ってて、それはビヒズスキン培養液、ビヒズスキン培養液、なんて難しい名前なんだ。かの有名なエスティローダーのアドバンスナイトリペア、あれにも配合されていて、紫外線からのダメージを回復させる力があるそうです。そんなの聞いたらもう使わないわけにいかないというか、今のダメージ肌の私にはもってこいっていう感じなので、洗顔後のファーストステップとして使っていました。なんかで私読んだんだけども、その洗顔後に一番最初に入れるものは絶対にいいものを使った方がいいっていうのを読んだことがあって、ブースターにしても質のいいブースターっていうものを選ぶことはすごく大事なんじゃないかなと思っているので、これは継続的に使っていきたいなと思っています。その次、化粧水を使うんだけれども、ビタミン C トナー、アイハブブランドのものなんだけども、保湿力がすごく弱くって、最近それに気づいたんですよね。なんか肌のしぼみが改善されないなって思いながらずっと使ってました。気づいてからは私はこちらの方に切り替えました。こっちはもっと良かった。これは特にねビタミン C 化粧水っていうわけではないんだけれども、とにかくすごく濃厚でリッチでとろみのあるタイプの化粧水なんですね。で、私とろみのあるタイプってすごく苦手で、正直そんなに好きなテクスチャーではないんだけども、ちょっと重めの感じです。で、肌につけるとスッと浸透するっていうよりは、若干ちょっと肌の表面に残るんだけれども、しばらくパッティングしていくとちゃんと肌に吸収されていくっていうような、クレアーズのすごく好きなところって、これもナチュラル成分でできてるんですね。肌が弱ってる今の私としては、やっぱり肌に安心して使える成分で構成されたものを積極的に使いたいので、そういった意味でもこれは安心して使えたので、保湿力が高いし成分がいいしっていうことで、良い成分を肌に入れてるという感覚になれるのがすごく好きでした。でね、こっちに切り替えてからすごく肌が保湿されて、肌がふっくらするし、肌がふっくらすれば毛穴も小さくなるしっていうことで、やっぱこれを使い出してから肌の調子がぐっと上がった気がします。そして化粧水が終わったら、朝はもう何はともあれビタミン C ということで、ラロッシュポゼのビタミン C、これ高濃度のビタミン C が配合されたセラムになっていて、ビタミン C が 10% 配合されています。何が好きって、これただのというか、ビタミン C の効果にプラスしてプランプアップ機能があるんですね。これを使うと肌がギュンって持ち上がるような、そんな感じがします。プラスアルファの効果が欲しいじゃないですか。朝ビタミン C を使うにしても、ビタミン C 以上の効果っていうものをやっぱり求めてしまうので、ここでちょっと注意というか、私が気をつけていることがあって、ビタミン C の製品を使うときは私は必ず冷蔵庫で保存するようにしています。というのもね、サムバイミーのガラクトミセスのビタミン C のトナー、あれを常温保存で使ってたの。そしたら半分を超えたぐらいからテクスチャーがね重めに変化してきて、で色も茶色っぽく変化したんですよね。でその時はね、私それが商品の劣化による変化だってことに気づかないで、そのまま使い切ってしまいました。今思えばあれはもう完全に商品が劣化してしまっ
ったがゆえのテクスチャーの変化、色の変化で、最初に使ってたほどの感動も後半になったら覚えなくなったなっていうのは正直思ったんだけども、実は今思えばあれは製品劣化による効果の低下、効果を感じるのの低下、効果を感じることが低下したっていうことだったんだろうなと思います。とにかくその経験からはもう必ずビタミン C 系のものは冷蔵庫で保存するようにしてます。その後ここで登場します、私のいつものオイルだから、最初にブースターを使うんではなくって、私は最近はブースターは美容液の後に保湿目的で使っています。そして最後に保湿、4役を担っているこの保湿クリームをよく使っています。下地ツヤ玉ブースター、保湿、そして美容液マスク、この4つの効果があるので、美肌マスクの効果っていうのを狙って朝これを使っていました。夜は美容液が違うものを使っていたのと、あと、スペシャルケアを入れていました。お風呂の中で洗顔後、私はこちらのエクスフォリエーターを使うことが多かったです。一刻も早く肌をターンオーバーさせて、無理なくね早く肌をターンオーバーさせたかったので、こちらを週に2回使っていました。やっぱり私はエクスフォリエーターといえばこれが本当に大好きで、角質を落とすための粒子、その粒子がすごく細かくって、でこれを使った後の肌がツルッツルに、赤ちゃんのようにツルッツルになって、その後の化粧水の吸い込みが本当に良くなるんですよね。なので本当にこれはもう手放せない、何本目だろうっていうぐらいリピートしてるんだけども、そんな感じでこれがスペシャルケアでしょ。で、お風呂から出た後はこちらアンティポディスのプロバイオティクスが配合されたマスクになってます。紫外線によるダメージを負った肌の回復を助けてくれるプロバイオティクスにはそんな効果があるんだけれども、めちゃくちゃ高感触なマスクです。洗い流すタイプのマスクなんだけども、つけて15分間もう顔がビリビリします。結構な刺激っていう感じで、洗い流した後の肌が肌にすごく張りを与えてくれて、で表面がねツルツルになるの。それもすごく私が好きなポイントです。週に1回とか2回とかそんな感じで、使っています。夜の美容液はとにかく保湿っていうところでヒアルロン酸の美容液をよく使っていました。2つ使っていて、こちらがラロッシュポゼのもので、こちらがコスデバハのものです。これはねもうずっと何本もリピートしていて、本当に愛用のヒアルロン酸なんだけども、最近このコスデバハも使い始めて、これがね結構良かった。肌にね張りを与えてくれるんですよね。こっちもそう、両方ともね保湿力がすごく高くって、両方とも肌に張りを与えてくれる美容液になってます。もう本当に効果が実感できるっていうのは両方とも同じで、違いを言うんであればテクスチャーと香り、こちらの方が割と粘度が高いというか、割とベタベタするというか重めなんですよね。なので肌の表面に若干残る感じがします。でもパッティングすればちゃんと肌が吸い込んでくれるので、そこら辺が違うっていうのと、あと香り、こっちがほぼ無臭なのに対してこっちの香りはものすごい強い。そう、ラロッシュポゼの商品って香りがやっぱりものすごく強いものが多くって、そこだけが不満ではあるんだけども、やっぱり効果にはちょっと変えられないので何回もリピートしてるんだけど、これもちょっと例にたがわず本当に香りが強いです。そうだからね、好き嫌いが分かれるかもしれないんだけれども、効果のほどは両方とも素晴らしくって、本当に肌に張りを与えてくれます。夜の最後には私は最近はスリーピングマスクを使っています。やっぱり私はこのイソップのスリーピングマスクが大好きで、一言でこれのポイントを挙げるんであれば、保湿力が本当に高い、そして翌日の肌がもちもちになる。今回もだいぶ助けられました。そんな感じでスキンケアは朝と晩ね、保湿とビタミン C ということにフォーカスして割とやってきたかなと思います。で、今からお話しするのはスキンケア以外の部分。今回その肌によるダメージによってね、改めてその食事とかそういうインナーの部分を見直すきっかけになりました。この1週間積極的に食べていたものはスーパーフード。実はね最近私本当に食生活をすごく見直していて、というのもこれはまた別の動画でまとめるつもりなんだけども、実はダイエットをしていて、それに伴って食生活の改善を今しているところです。本当にね、その食生活を変えたことによる肌への変化ってすごく大きかったなって今回感じます。腸内環境っていうところにも注目していて、腸活っていうの、肌がね生き生きとね蘇ってきた気がする。実際何を食べていたか、良質なタンパク質と良質なオイルを摂るように気をつけていました。肌ってタンパク質でできているので、タンパク質が足りなくなるとやっぱりその肌の弾力も失われるし、若々しさがなくなってくるんですよね。この肌がしぼんでしまった原因はタンパク質不足から来るものなのかもしれないと思って、タンパク質を自分の食事にもうちょっと多めに取り入れるようにしました。
増やしたのは豆類、納豆とかひよこ豆。ひよこ豆も納豆もスーパーフードなんですよ。タンパク質が豊富でビタミンが豊富で肌に大事な栄養分が豊富に入っているので、もうこれはもう欠かせないものとして毎日のように食べています。良質なオイルなんだけれども、良質なオイル、私は最近はアボカドのオイルと、あとオリーブオイル、あと最後にトリュフオイルっていうのが毎日のように摂ってるオイルです。アボカドとオリーブオイルは今までも毎日のように摂っていたんだけど、トリュフオイルにハマってしまって、本当にこれが美味しくて、ダイエット目的とかそういうことじゃなくて、もうめちゃくちゃ好き。そう、良質なオイルだからね、たくさん摂っても肌にそれがツヤとして出てくれるっていうことを信じてね、制限なく割とたくさん摂っています。新たに取り入れた食材その3がキヌア。キヌアってクッキングタイムがすごく長いじゃないですか。長いというかね、まああるじゃないですか。それで食べたいと思った瞬間にささっと作れないっていうのが、それはひよこ豆にしてもそうなんだけども、自分の食事に取り入れたいなとは思ってたんだけど、なかなかね毎日の食事には取り入れられなかった食材なんですね。なんだけども今回そのキヌアを一括で作って、それを冷蔵庫の中に保存して何にでもキヌアを入れるみたいな生活をしてから、だいぶ私の食生活が変わりました。もともとその玄米の中にキヌアをミックスした状態で保存してるんだけれども、それとは別にキヌアをして、でそこにさっき言ったトリュフオイルと、あとお醤油、本当にねこれが合うんだ。でそこにひよこ豆をかけて、でもうそれを食べるわけですよ。でアボカドもトッピングするんで、アボカドをトッピングして、もうスーパー丼ですよね。もう本当にスーパー丼、美容が詰まったスーパー丼、美容が詰まったビタミンたっぷりっていうのが見た目にも分かるような丼なんだけども、味もとにかく美味しいの。そう、私基本的に同じ食事をずっとできるタイプの人なので、今のところね飽きずにも毎日のようにそのスーパー丼を食べています。そして、最後にオーツにはアミノ酸から構成されたペプチドが入っています。ペプチドは肌のバリア機能を高めて、もともと肌が持っている水分が出ていくのを防いでくれるっていう、そんな素晴らしい機能を持っています。なので最近は積極的に食べてます。といっても私ブレックファストオーツみたいな、なんかおしゃれなフルーツを入れてとかバナナを入れてとか、そういう甘いオーツが好きじゃないんですね。なので私のオーツはそう、ご飯代わりに食べるオーツとして食べています。オーツを食べたからといってその減量にはすぐにはつながらないんですよね。だからダイエット目的でオーツっていうのであれば全然私には効果が出なかったんだけども、美肌を助けるっていう意味ではオーツいいんじゃないかなと思います。あと最後に、最近はもう水をガブ飲みするようにしています。水にもビタミン C を入れて、もうね朝から晩までビタミン C を飲むようにしてます。やっぱりね、その肌のコンディションが傾いてしまった時って、外からだけのケアでは限界があると思うんですよ。毎日口にするもののボリュームだったり、その内容だったりっていうのを見直してみたら、あれが足りてなかったなとか、もうちょっとタンパク質を増やそう、もうちょっとビタミンを増やそうとか、そういうことを見直すいいきっかけになるんじゃないかなと思いました。はい、ということで以上が私が今回肌が絶不調な時にやっていたことでした。いかがだったでしょうか。年齢がいけばいくほど足りなくなってくる栄養分っていうのがどんどん出てくるので、もういたちごっこなんだけども、本当にそれを補っていく生活に切り替える、必要なものがないかどうかを見直すっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回の動画は以上になります。私もちょっとタンパク質増やしてみようかなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。